坂本龍馬が活躍した時代の土佐藩について。イントロダクション。坂本龍馬は幕末の日本で活躍した偉大な人物ですが、彼の活躍の舞台となった土佐藩について、ずんだもんと四国メタンの対話形式で、土佐藩の歴史と背景。土佐藩ってどんな時代に存在してたのだ？土佐藩は江戸時代の17世紀初頭から明治時代の19世紀末まで存在していたわ。土佐藩は四国地方の中心的存在であり、幕末の動乱期には重要な役割を果たしたの。土佐藩の歴史の中で特に有名な出来事は何なのだ？土佐藩は尊王攘夷思想を持ち、幕末の動乱期には倒幕運動に積極的に参加したの。特に坂本龍馬が土佐藩士として活躍したことは有名ね。坂本龍馬と土佐藩の関係はどういうものだったのだ？坂本龍馬は土佐藩士として活躍し、藩内の改革運動を推進したの。彼は土佐藩の中で新しい時代の訪れを感じ、幕末の動乱期において重要な役割を果たしたのよ。坂本龍馬は土佐藩を離れてからもその影響力を広げ、日本の近代化に大きく貢献したの。土佐藩の特徴と文化。土佐藩の特徴は何なのだ？土佐藩は武士の身分制度が厳格でありながらも、教育や文化の面でも進んでいたの。特に土佐藩は剣術や漢学の学問を重視し、優れた武士や学者を輩出したのよ。また土佐藩は商業や海外交易にも積極的であり、地域経済の発展にも寄与したわ。土佐藩の文化にはどんな特徴があるのだ？土佐藩の文化には独自の特徴があるわね。例えば土佐藩では土佐弁と呼ばれる独特の方言が話されていたわ。土佐藩の遺産と現代への影響。土佐藩の遺産は現代にどんな影響を与えてるのだ？土佐藩は幕末の動乱期において倒幕運動や近代化改革の先駆けとなる活動を行ったの。その影響は現代にも続いており、土佐藩の精神は日本の近代化に大きな影響を与えたのよ。具体的にはどんな影響があるのだ？例えば土佐藩の志士たちは幕末の動乱期において国の近代化や民主主義の実現を目指したの。その志士たちの活動が日本の政治や社会の変革につながり、現代の日本の基盤を築いたと言えるわね。まとめ。坂本龍馬が活躍した時代の土佐藩は、幕末の動乱期において重要な役割を果たし、その影響は現代にも続いています。土佐藩の特徴的な文化や遺産は、日本の歴史において欠かせない存在であり、その影響は今もなお感じられます。坂本龍馬と土佐藩の歴史は、日本の近代化の礎となりました。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。